桶谷です。今回は一生歩けなくなる危険な座り方というテーマで、足の膝や股関節に将来歩けなくなるほどの大きな負担をかけてしまう座り方について解説します。動画の冒頭で少しお話をしてから危険な座り方の解説をして、その後に正しい座り方をご紹介します。途中からご覧になりたい人は概要欄の目次からスキップして見ていただければと思います。皆さんの足、最近痛くないですか？階段で膝に違和感があったり、歩いていると股関節がギクッとなったり、もし心当たりがあるなら、今すぐ見直さなければいけない習慣があります。実は何気なくやっている座り方が原因で、膝や股関節を壊してしまうことをご存知でしょうか？しかもこれは年齢に関係なく、30代や40代から静かに進行していきます。変形性膝関節症や股関節痛で悩んでいる人の多くは、日常のある座り方を続けていたことが原因になっているんです。最初はちょっとした違和感や軽い痛み程度です。しかし気づいた時には膝や股関節の軟骨がすり減り、最悪の場合歩けなくなることもあります。膝や股関節のトラブルで怖いのは、気づいた時に手遅れになっていることです。自分はまだ大丈夫と思っていても、すでに軟骨は長年すり減り続けていて、残りわずかかもしれません。そこで今回の動画では、一生歩けなくなる危険な座り方をご紹介します。この座り方をしていたら、膝の痛みで歩くのが辛くなったり、股関節の変形で手術が必要になるかもしれません。もし同じ座り方をしていたら、すぐにやめるようにして、最後にご紹介する正しい座り方に今日から改めていただきたいと思います。こちらのチャンネルでは毎週健康に役立つ情報をわかりやすくご紹介しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をして、ご意見やご感想はお気軽にコメントしていただければと思います。それでは早速ご紹介していきましょう。危険な座り方、一つ目は正座です。正座は見た目が美しく、日本の文化に根付いた座り方ですが、実は足全体に大きな負担をかける危険な座り方です。まず正座をすると膝関節が深く折りたたまれ、関節内部の軟骨が強く圧迫されます。軟骨はクッションの役割を果たしますが、長時間の圧迫によりすり減りやすくなります。軟骨がすり減ると膝の動きが悪くなり、痛みや腫れが生じ、最悪の場合歩けなくなってしまうこともあります。ではここで問題です。正座をすると足がしびれることがありますが、これはなぜでしょうか？ 1. 血流が悪くなっているから。2. 筋肉が固まるから。3. 足の骨が圧迫されるから。正解は1の血流が悪くなっているからです。正座は膝を深く折り曲げるため、血管が圧迫され、足先まで血液が届きにくくなります。その結果、足の感覚を伝える神経が機能障害を起こして足のしびれになります。このように正座をすると足の血流が悪くなってしびれるだけでなく、膝周りの筋肉や靭帯に必要な栄養が行き渡らず、組織が劣化しやすくなります。特に加齢によって血管が硬くなりやすいシニア世代や高齢者は、血流障害が進行すると膝の痛みが慢性化しやすくなります。また正座は足首にも大きなダメージを与えます。足首を一直線に伸ばす姿勢が長時間続くと、足首の靭帯が硬くなり、歩行時の動きが制限されるようになります。足首の柔軟性が失われて動きが悪くなるとすり足になりやすく、ちょっとした段差でもつまずきやすくなるので、転倒のリスクも増してしまいます。さらに正座はふくらはぎの筋肉にも悪影響を及ぼします。ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれるほど、血液を心臓に戻すポンプの役割を持っています。しかし正座を長時間続けると、ふくらはぎが圧迫されて血液の循環が滞りやすくなります。その結果、足がむくみやすくなったり、冷え性の原因にもなります。このように正座を続けることで、膝、足首、ふくらはぎにダメージが蓄積され、歩行機能が低下してしまいます。危険な座り方。2つ目はあぐらです。
あぐらはリラックスした座り方のように思われがちですが、実は膝や股関節、足首に大きなダメージを与えます。特に股関節が外側に大きく開くことで人体に負担がかかり、関節が硬くなりやすくなります。そうすると歩くときに足の動きがスムーズにいかなくなります。ではここで問題です。あぐらを長時間続けると歩き方にどんな影響が出るでしょうか。1、つま先が開きやすくなる。2、歩幅が狭くなる。3、足音が大きくなる。正解は2の歩幅が狭くなるです。あぐらを長時間続けると股関節の可動域が狭くなり、足を大きく前に出すのが難しくなります。そのため歩幅が狭くなり、すり足になりやすくなります。そうするとわずかな段差でも足を引っ掛けて転倒しやすくなります。特に高齢者は骨が脆くなっているので、転倒すると骨折する可能性も高くなり、そのまま寝たきりになってしまうことも少なくありません。またあぐらは膝にも悪影響を及ぼします。膝が内側に折れ曲がった状態が続くと関節がねじれやすくなり、半月板や靭帯に負担がかかります。膝のねじれは不安定性を生み、歩行時のバランスが崩れやすくなります。さらに膝に炎症が起こると水が溜まり、腫れや痛みが生じることがあります。さらに足首への影響も見逃せません。あぐらは足首を内側に曲げる形になるため、関節が固まりやすくなります。足首の柔軟性が低下すると、歩行時の足の動きがぎこちなくなり、スムーズな重心移動ができなくなります。こうした影響で転倒リスクが増すだけでなく、歩き方そのものが不安定になってしまいます。このようにあぐらをすると、こうした影響が蓄積されることで、股関節や膝、足首の動きが徐々に制限され、歩行機能の低下を招きます。危険な座り方。3つ目は横座りです。横座りは一見上品で楽そうに見えますが、足の関節に大きなねじれの力が加わる危険な座り方です。長時間続けることで関節の動きが悪くなり、歩行機能の低下につながります。ではここで問題です。横座りをするとどの関節にねじれが起こるでしょうか。1、膝関節。2、股関節。3、両方。正解は3の両方です。横座りは両足を曲げて同じ方向に倒す座り方なので、膝関節と股関節の両方の関節にねじれが起こります。さらに左右のどちらかに偏ったねじり方になるため、関節が不自然な位置で固定されやすくなり、体全体のバランスも悪くなります。横座りをする人は足を曲げる方向がいつも同じで、逆にして横座りができないのは関節が不自然に硬くなっている証拠です。特に膝関節はねじれに弱い構造になっています。本来膝は前後に動くのが基本ですが、横座りのように内側や外側にねじれた状態が続くと靭帯が伸ばされ、関節の安定性が低下します。その結果、歩いた時に内側や外側に膝が入りやすくなり、転倒のリスクが上がります。また股関節にも大きな負担がかかります。横座りでは左右の股関節が同じ方向にねじれるため、立ったり歩いたりした時のバランスが崩れやすくなります。するといつも片足重心になりやすく、片方の股関節や膝関節に体重が集中して軟骨が早くすり減る原因になります。軟骨は自己修復機能が低いため、一度すり減ってしまうと自然に再生することはありません。横座りは股関節と膝関節の両方の関節が早くすり減る原因となります。普段から横座りをしている人はまだ軟骨が残っていて、痛みのないうちに座り方を改善するようにしましょう。危険な座り方。4つ目はぺたんこ座りです。ぺたんこ座りは子供の頃に自然とやっていた人も多い座り方ですが、大人になってから続けると膝関節や股関節に深刻なダメージを与える座り方です。特にこの座り方は歩き方に悪影響を及ぼすことが多いです。ではここで問題です。
ぺたんこ座りを続けると歩き方はどうなるでしょうか。1、千鳥足。2、ガニ股歩き。3、内股歩き。正解は3の内股歩きです。ぺたんこ座りをすると股関節が内側にねじれた状態で固定されます。この姿勢が習慣化すると立ち上がった時に自然とつま先が内向きになります。これが内股歩きの原因になります。内股歩きになると歩くたびに膝の内側に過剰なストレスがかかります。本来膝はまっすぐな状態で体重を支えるのが理想ですが、内股歩きでは膝が内側に入り込むような動きになり、膝の内側の軟骨がすり減りやすくなるんです。特に高齢者になると軟骨がもともとすり減っていることが多く、ぺたんこ座りをすることで膝の変形が加速する危険があります。これが進行すると膝の痛みが慢性化し、階段の上り下りや長時間の歩行が難しくなります。そして最悪の場合、変形性膝関節症になり、人工関節の手術が必要になるケースもあります。さらに内股歩きの影響で足の踏み出しも不安定になります。つま先が内側を向くことでバランスが取りにくくなり、転倒のリスクが増加します。特に段差や階段では足が引っかかりやすくなり、転倒による骨折のリスクも高まります。このようにぺたんこ座りは膝の内側に大きなストレスをかけ、歩くたびに軟骨をすり減らしてしまう危険な座り方です。危険な座り方。5つ目はしゃがみ座りです。しゃがみ座りは和式トイレを使うときや庭仕事、畑仕事の時によく見られる座り方ですが、このしゃがみ座りを長時間続けることで足の関節に大きなダメージが蓄積し、最終的には歩行に支障をきたす恐れがあります。ではここで問題です。しゃがみ座りを続けるとどの関節に最も大きな負担があるでしょうか。1、股関節。2、膝関節。3、足首。正解は2の膝関節です。しゃがみ座りでは膝が深く曲がった状態になります。本来膝は適度な範囲で曲げ伸ばしできるように作られていますが、しゃがんだ状態では膝が必要以上に深く曲げられることで膝の軟骨が圧迫され血流が悪くなります。特にこの状態が長く続くと膝の軟骨が圧迫され続け次第にすり減っていきます。その結果膝のクッション機能が低下し歩くたびに痛みが生じるようになります。これは変形性膝関節症を引き起こす原因の一つとされています。さらに畑仕事などでしゃがみ座りのまま移動するしゃがみ歩きをする人は要注意です。この動作は膝関節と足首にさらに大きな負担をかける危険な動作です。しゃがみ歩きをすると膝が常に深く曲がったまま動くため、膝の軟骨に強い圧力がかかり急速にすり減ることになります。また足首も無理な角度で体重を支えることになり、捻挫しやすくなるだけでなく足首の靭帯を痛めるリスクも高まります。さらにしゃがみ歩きはバランスを崩しやすく転倒のリスクが非常に高くなります。特に高齢になると骨密度が低下しているため、軽く尻餅をついただけでも圧迫骨折をしてしまうこともあります。このようにしゃがみ座りは膝関節と足首の両方に強い負担をかけるだけでなく、しゃがみ歩きをするとさらに関節のダメージが進行しやすくなる危険な座り方です。ここまで膝や股関節を壊してしまう危険な座り方をご紹介してきましたが、これらの悪い座り方にはある共通点があります。気づいていた人もいるかもしれませんが、悪い座り方はすべて床に座る姿勢だということです。正座、あぐら、横座り、ぺたんこ座り、しゃがみ座り、どれも膝や股関節を不自然な角度に曲げたりねじったりしてしまうことで大きな負担をかける座り方ばかりです。これらを繰り返すことで関節軟骨がすり減り、痛みや歩行障害につながってしまいます。ではどうすれば膝や股関節を守れるのか。答えは簡単。椅子に座ることです。
難しいことは考えずに、とにかく床に座るのをやめて、椅子に座る習慣をつけることが、膝や股関節を守るための最もシンプルで効果的な方法です。椅子に座るメリットは次の3つがあります。膝を90度に保てるため、関節への負担が少ない。股関節がねじれず、内股やガニ股になりにくい。立ち上がる時の負担が軽くなり、転倒リスクが減る。床に座る習慣がある人にとっては、急に全てを椅子に変えるのは難しいかもしれません。しかし、まずはできるだけ椅子に座る時間を増やすことから始めてみましょう。例えば、食事の時、テレビを見る時、休憩する時など、これまで床に座っていた場面でも、椅子に座るようにするだけで関節への負担が大きく変わります。膝や股関節を守るために、まずは床に座るのを減らし、椅子に座るというシンプルな習慣を意識してみてください。たったそれだけで一生自分の足で歩ける力を守ることができます。それでは最後にまとめをしておきましょう。悪い座り方を続けていると足の関節に負担がかかり、将来歩けなくなる可能性があります。正座は膝、足首、ふくらはぎにダメージが蓄積され、歩行機能が低下します。あぐらは股関節や膝、足首の動きが徐々に制限され、歩行機能の低下を招きます。横座りは膝関節と股関節がねじれ、関節軟骨が早くすり減る原因になります。ぺたんこ座りは内股歩きになりやすく、膝の内側の軟骨が早くすり減ります。しゃがみ座りは膝と足首に強い負担をかけ、転倒のリスクも高まります。床に座らず椅子に座るようにして足の関節を守りましょう。それでは今回の動画は以上となります。この動画が良かったよという人はグッドボタンを押していただいて高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。